皆さんこんにちは。リゼクリニックリードドクターの赤岩優希です。今回は韓国出張に行った際に今話題の韓国の薬局に実際に行ってまいりましたので、そのことについてお話しさせていただきます。現地の美容好きの方や日本人観光客が今韓国の薬局に殺到していると聞いて、今回私も実際に行ってきました。今回私が行った薬局には日本語が喋れる現地の薬剤師さんがいらっしゃったので、今おすすめの商品とかですね、よく売れている商品を実際に聞きながら何点か私も購入してきました。では実際に薬局で薬剤師さんにお話を聞きながら購入している様子をぜひご覧ください。時にいいのはこちらのコラゲンが一番例えばコラゲンの注射とかヒアルロン酸とか入れた後には再生のためにこちらを飲んでた方が効果はいいと思います。あとレーザーで結構むくんだりとかする手術にはこちらのむくみのセットがありますので、漢方薬、はい、生薬、はい、これはこれはそういえば漢方の薬な感じなんですけれども、一応成分もちゃんと書いているぐらいのものと、こっちはもともとむくみに結構いいサプリメントなんです。それを別にこう全部入れてる感じで、こっちは利尿作業をしてくれる成分なので、そういう成分を入れてむくみにいいセットになってます。ということでこちらのはい、これ何ですか？こちらはかゆみとか保湿がいい、なんか乾燥肌とかね、すごく乾燥肌とかにいいもので、こちらは皮膚炎とか、夏だと汗もとかに結構効く、子供も使えるようにすごくマイルドな成分なので、こちらとかも、こちらはシミとか色素沈着とかの方にいいクリームと、こちらニキビの跡、傷跡とかを、はい、直してくれる。同じやつ、人気なんだ。これが 20g とそっちが 10g で2歳であります。こっちは白ニキビのこのつぶつぶがある白ニキビとかに効くもの。これだったらどっちがいいんですか？これこれ今できてるやつ。そうですね。できてそれを出して治りかけの時にこちらを飲むと肌が綺麗になる。これも確かになんか見たことある。ありますよね。これは絶対みんな買って帰る。セットになってます。セットになってはないんですけれども、はい。一応1ヶ月分と3ヶ月分200円で結構安いですよね。3000円、800円。リジュラン。薬局専用のリジュランじゃない。こちら薬局専用。あとこちらも薬局専用の化粧品。じゃあオリアンとかには置いてない。そうです。再生クリームっていうのはどのスキンケアの際？私今これ使ってるんですけど、化粧水の後にこれ使って、その後保湿クリームとかを使ってるんです。乳液とかクリーム。そうですね。一応私使ってるのがこういう形なんですけども、今間にアイクリームだけ入れて、これ使ってアイクリームを入れて、こちらで最後に締めて。その差は何が違いですか？こっち新しい？新しくはないんです。結構今人気ななんでお姉さんはこっちかこっちだったらこっち使ってるの？大きいから。でもこの PDRA っていう成分は一緒に入ってるので、再生の成分ってはそんなに変わりはないんです、あんまり。こっちの方がちょっと有名で、なんかちょっともうちょっとこってりして結構早めに出るみたいなんですけれども、こっちの成分結構マイルドで、私こっちの方を使ってるんですけど、一応。出た。これ人気ですよね。あれ違う？何ですか？なんか人気でもう売り切れになります。オリアンでなんか買えないみたいな。安いんですよ。これ何ですか？リップの1個じゃなくて、みんな2個とか買い上げになりますので。はい、では実際に購入して帰ってきました。まず1点目はこのハナロジェル。これはですね、なんか薬剤師さんに内出血とか、あざに効くよって言われて、その日私はインモードのダウンタイムだったので購入してみました。
使用感としてはなんか透明のほんとサラサラのジェルっていう感じで、塗ったらすごいなんかアルコールみたいな感じでちょっとスーッとするんですけど、すぐにベタつきがなくなりました。これを使用した感じとしては、私初めてのインモードだったので、これのおかげでめちゃくちゃ内出血がすぐ治ったとかいう実感はないんですけど、3日ぐらいで内出血が治って、インモードがその程度の内出血なのか、これのおかげなのか、これのおかげだということにしておきましょう。はい、次に購入したのがこのアクノンクリームというやつです。このシリーズがすごく韓国の薬局でシリーズ買いする人がいるっていう感じで、その一つです。これは、今でき始めたなんかちょっとポツッとできた赤いニキビに効くよっていう感じで、この使用感もさっきのジェルと一緒でほんと透明のサラサラのちょっとアルコール感を感じるジェルでした。ニキビが韓国出張の時にいきなりできたので、これを突然使ってみたんですけど、乾燥させて枯らせてポロッと取らせる感じ、肌にあんまりいいのかわからないですけど、ニキビ自体は良くなりました。でちょっとそれで調子に乗って次の日顎に全部塗ってみたんですけど、ガッサガサになりました。なので赤くできたやつにだけ使ってください。次にさっきのシリーズの仲間のノスカナゲルを購入しました。これはなんか今できてるニキビというよりは、なくなっちゃったニキビでニキビ跡になったものに塗ってくださいっていう、シリーズです。でこれは、私じゃなくて一緒についてきてくださったスタッフさんが使ってくださったんですけど、どうでしたか？テクスチャーとしては結構油分が多めだなっていう風な、感じでしたね。で、皮膚への伸びみたいなのはすごく良かったです。スッと塗れました。ただ、個人的にはニキビ跡にはあまり効いたみたいな実感はなくて、ただ、虫刺されでちょっとかいてしまった傷があったんですね。なんで、そこにちょっと塗ってみたら結構意外と綺麗になったので、たまたま私のニキビ跡には効かなかったのかもしれないんですけれど、虫刺されの跡みたいなのには効果はあった感じがしております。なんかさっきのやつがゲルだったので、こっちが保湿感じゃないですか、なのでもしかしたらちょっと保湿させて肌のターンオーバーを促して良くするみたいな感じなんですかね。でも確かに油分が多めで膜を張ってくれるような、イメージだったので、確かに保湿してくれるような感覚はありました。なるほど。なんか引っかき傷みたいな傷には病院的にはですね、保湿してねっていうので、これでもいいし、これじゃなくてもお家にある保湿剤でもいいので、肌をしっとりさせた方が傷はよく治りますっていうことですね。次はリジュビネックスクリームです。これリジュランと同じ成分の PDRN が入っているクリームです。なんかこの成分が入っている薬局で買えるクリームが今めっちゃ流行ってるらしくて、このシリーズ以外にも4種類ぐらいありました。でなんかツートップの人気のやつから、一番なんかその定番みたいなやつを買ってみた感じです。なんかさっきちょっとここに出して使ってみたんですけど、塗った直後はクリームなんですけど、終わったらすごいパウダーみたいになって使用感としては全然邪魔しない感じでした。これなら朝も塗れるかなっていう感じです。これ再生クリームって歌われてるんですけど、これもスタッフさんが使ってくれました。どうでしたか？感想としては結構お肌が疲れてる時なのに、日を浴びたなみたいな時にあと前半にこう塗ってみたんですけど、翌朝起きて洗顔した後すごく肌が張り感だったりとか、なんか元気になったような、そんなような使用感でした。リジュランの後から喋るんですけど、パックもこれサーモン成分で、これもサーモン成分なんですけど、違いは感じましたか？クリームの方がこうなんでしょう、より密着度というかあるので、すごくこうよく浸透しているなっていうような感覚があります。パックはパックですごくいいところもあったりするんですけど、やっぱりずっと朝にかけて塗っていられるので、よりこうしっとり感というか。なるほど。これ結構硬かったんですけど、全顔に塗れました？伸びました？塗れました。私は化粧水乳液の後に塗ったんですけど、最初先生もおっしゃってた通り少し硬めだったんですけど、こう皮膚の体温の熱で少しこうクリームが伸びる感じ。伸びるような、そんなような感じでした。はい、次
次がこれ制汗剤ですね。ノースウェットです。ロールオンのもので、海外の、やつで言うとアメリカかなんかでなんか有名なやつがあると思うんですけど、私も昔使ったことがあって、なんかすごい荒れたんですよ。脇が痒くなって、それかきむしったら色素沈着して乾燥して、結構私はもう二度と使わないと思ったやつがあるんですけど、で私はもう今、脇ボトックスにも卒業して、ミラードライを2回やりましたので、ちょっとこれもスタッフさんに使ってもらいました。どうでしたか？私も先生がさっきおっしゃってたパースピレックスを過去に使用していたことがあったんですけど、お肌が弱い人用のシリーズを緑のやつ。そうです。私も結構痒くなってしまって、すごく続けられなかったんですね。ただ今回のスープに関してはかゆみみたいなのが一切出なかったです。なので、私の個人意見ではありますが、お肌が弱い人でも使用できるんじゃないかなっていう印象を持ってます。なるほど。これもなんか使い方が似てて、清潔にしてちゃんと拭いて塗って、なんかしかも水で流してくださいだから、パースピレックスと使い方は一緒ですよね。似てると思います。パースピレックスは結構高いイメージがあるんですけど、これは1000円台ですよね。はい、なのでなんか結構いいんじゃないでしょうか、お土産に。次は、錠剤を買ってみました。これはグルタチオンですね。なんかこう黄色い錠剤が2つ入ってます。ちゃんと後から飲みます。ビタミン C はですね、結構大きい錠剤ですね。なんかアメリカのサプリメントと同じぐらい大きい、一口で喉飲みきれるかなみたいな感じですけど、でこれは実際買って私も飲んでみました。いつも私は大体がリゼでも扱ってる美容内服の錠剤セットみたいなの飲んでるんですけど、それはなんか1個で全種類入ってるんですね、必要なものが。でもこの韓国のやつも、皆さんが病院でもらうものもそうだと思うんですけど、やっぱり結局ちゃんと全部成分飲むと多いと10剤とかになっちゃうと思うので、毎食3食10剤も飲んでたらちょっとやっぱ面倒くさくなっちゃうかなと思います。で例えば2泊3日の旅行に行くとかになって全部持っていくってすごい面倒なので、実際のところ成分としてはちゃんと同じミリグラムが配合されてればもう何でもいいと思うので、私個人的な意見としては内服セットの方が楽だなっていう感じでした。成分としてはちゃんとミリが入っているので効いてる感じはしました。効いてる感じっていうか、ずっと続けないとっていう感じですよね。どうでした？使ってみて。私も先生と同じで、結構錠剤一粒が大きいなっていう感じました。なので結構飲むの大変でしたね。でもこれを毎日続けるってなると、ちょっとなんかハードルとしてはちょっと高いかなっていうふうには思っています。そうですよね。でも普通に日本で買うものと、その時の値段とか見ていただければいいので、別にめちゃくちゃ安いってわけでもなかったですもんね。そうです。だから別にこれお土産でかさわっちゃうし、韓国で買わなくてもいいのかなとも思いますが、買いたかったらちょっと試してみてください。はい、次は、リジュランパーフェクト V タイターというすごい大きなパックですね。これは、4シート入っていたので、帰ってきて他のスタッフさんにもお土産で配りました。豪華なパックで分かれてるんですね。首までいけるよっていうパックです。リジュランってすごいもう人気なので、薬局以外でもどこでもすごいシリーズが展開されてるんですけど、これはなんか薬局でしか買えないのかなと思って買ったんですが、なんかそうでもないかもしれないっていう感じですね。これは使用感としてなんか普通のパックとなんか違いましたか？めちゃめちゃ違いました。なんか駅のひたひたのパックを想像してたら全然違うくて、でも貼ったらピターッと密着する感じ、もうなんか気泡が一切入らないぐらい体屈パックでした。おっしゃるとおり上下分かれてて、下の首までカバーしてくれる。首ってなかなかしないですもんね。しないね。なんか韓国に行ってびっくりしたのが、それ薬局じゃないんですけど、なんか足パックとか手のパックとか、なんかそういうパックがたくさんあるなと思いました。でもこれはなんかリジュランの成分っていうのがやっぱ嬉しいですね。これいいと思います。次がこれです。アイムビタ
マルチビタミンイミューンショットビタミン&ミネラルですね。この形のサプリメント、なんかお土産でもらったことある人いると思うんですけど、日本では見かけない形ですよね。多分この形自体が今流行ってるのかな、韓国お土産でっていう感じですね。で実はこの蓋の上の部分に錠剤が入っていて、下の部分はパキッと開けると栄養ドリンクみたいのが入ってます。なので、お水を用意しなくてもこの錠剤をこの液体で飲めるっていう結構画期的なものです。これはなんかお菓子みたいで、液体自体は私は大丈夫でした。苦手って言ってましたよね。はい、ちょっと甘すぎて本当にカルピスの原液にオレンジ風味がついたみたいな感じで、私はその原液だけでは飲めなくて、ちょっとお水必須でした、個人的に。そうなんです。なので、ちょっと得意な人苦手な人いると思うんですけど、私的にはでも甘いのって砂糖ちょっと入ってるじゃないですか。キューピーコーア、日本のキューピーコーアとかチオビタとかもあれ結構砂糖がすごい入ってると思うんですよ。だから毎朝あれを飲むってかなりカロリーだと思うんですけど、あれも錠剤とかも売ってるじゃないですか。なので、マルチビタミンミネラルをこれね、やる気出ると思うのでこれを飲んでもいいし、こういう感じのただの錠剤でも多分中身は一緒なので、好きな方を使ったらいいかなと思います。なんか私が聞いてみた薬局のお姉さんは、すごい疲れてる日の朝とかはこういうのが何シリーズもあったんですけど、好きなの1個選んで今日は1日頑張るぞって言って飲むって言ってました。そういうね、ちょっとテンションが上がるっていうパッケージでもあります。次がホホバリップエッセンスです。これ私も渡韓する前にインスタで見てて、すごい買えないって書いてあったので、薬局に行ったらお姉さんからおすすめしていただいて、薬局のですね買ってみました。私が見てたパッケージと違うなんかパッケージなので本物かなって思ったんですけど、本物って言ってました。これは、ホホバオイルのリップで結構もったり、かなり重めのリップです。ワセリンとかよりももっと重い感じ。ちょうど韓国でアートメイクをしてダウンタイムだったので、これを1週間毎日ベッタベタに塗りました。ですごい守られてる感じもあったし、本当に蒸発しないので結構気に入ったので、次の韓国でも友達へおすすめしようかなと思ってます。これ500円ぐらいでした。しかもめちゃくちゃ安い。でなんかその後にオリアンとかで全然売ってないよっていうから、オリアンに行ったら大量に売ってました。薬局でも買えるしオリアンでも買えます。ということで今回は韓国の薬局で購入した、アイテムについてご紹介させていただきました。結論としては流行ってるので、買ってみて使ってみるっていうのは結構楽しいかなと思ったんですけど、すごくこれは韓国じゃなきゃ買えないっていうのはそんなにあんまりないかなと思いました。でも私の中では、例えばこの日本でも流行ってはいると思うんですけど、この PDRN の成分のクリームとかは品揃えがやっぱり韓国の方が多いです。あとはこういうニキビシリーズ、日本でも売ってると思うんですけど、なんか合うやつが韓国であればぜひおすすめっていう感じ。めちゃくちゃ安いとかではないですよね。であとはなんかこういうサプリメントとかもものすごく種類が豊富でした。1列全部サプリメントみたいな。私がダウンタイムだよっていう話をしたら、むくみにはこのセットだよとか、いろんなセットがセット売りされてて怖いなと思って私たちは買いませんでした。オリアンで買えるものと薬局でしか買えないものもあるので、ぜひ薬局でしか買えないものをちょっと見に行っていただければと思います。例えば自分の方からちゃんと質問すれば薬剤師さんもずっといるので安心して購入できるかなと思います。ぜひ行ってみてください。楽しかったです。では今回の動画はこれでおしまいになります。また次回の動画でお会いしましょう。